今回は海外の人からも大人気、日本のコンビニについて、私の体験談をお話ししていきます。初めて日本のコンビニを訪れたとき、便利でサービスが多いことに驚くことでしょう。自国では考えられないようなありえないサービスが、ここ日本で当たり前のように提供されています。この動画では、私がコンビニで直接体験し、特に驚いたポイントを、皆さんにわかりやすく10項目に分けて説明します。日本への旅行や滞在を計画している方はもちろん、日常生活でのちょっとしたコツや便利な利用方法を知りたい方にもおすすめです。それでは、日本のコンビニにどのような驚きがあるのか、早速見ていきましょう。まずはじめの体験談は、コンビニの数とアクセスのしやすさです。日本では、コンビニエンスストアが非常に多く、その数なんと約5万6千店。都会だけでなく、田舎にもまんべんなくコンビニがあるため、必要なものがすぐに手に入ります。家から歩いて数分で最寄りの店舗に行けることが当たり前です。私が最初に日本のコンビニに対して驚いた一つ目は、日本のどこに行ってもコンビニが見つかることです。どの街角にも異なるチェーンの店舗が目に入ります。日本にはセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンという三大コンビニチェーンが存在します。これらはいずれも全国に広がる広大なネットワークを持ち、都市部だけでなく地方にも深く根ざしています。セブンイレブンは国内最大の店舗数を誇り、常に新しい商品やサービスを市場に導入しています。ファミリーマートは、店内でのカフェスペースや多様な食品の提供に力を入れ、利用者にとって居心地の良い空間を提供しています。ローソンは、健康的な商品や地域限定商品で差別化を図っており、特に自然食品やオーガニック商品の取り扱いに力を入れています。その他にもデイリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラ、ニューデイズなど様々なブランドが存在しています。本当に種類が多いですよね。こんなにも種類が多い理由にはいくつかの要因があります。一つ目に、日本のコンビニ市場は非常に競争が激しく、各企業が独自の強みや特色を打ち出して顧客の注意を引くために、異なるブランドやコンセプトを展開していること。二つ目は地域によって消費者の好みやニーズが異なること。例えば、観光地に近いコンビニは観光客向けの商品やサービスを提供し、住宅街に位置する店舗は、地元住民の日常的なニーズに応える商品構成を持っています。このように、異なる地域のニーズに応じたサービスを提供するため、多種多様なコンビニが存在します。それともう一つ多くのコンビニチェーンはフランチャイズシステムを採用しており、個々の店舗が地域に根ざした運営を行うことができます。これにより、地域ごとに異なるコンビニの形態が存在することができ、多様性が生まれます。
これらの要因が組み合わさることで、日本国内には多種多様なコンビニエンスストアが存在することとなり、消費者には選択の幅が広がり、それぞれが異なる特色とサービスを提供しているのです。これによって、消費者は自分のライフスタイルや好みに合わせて、最適なコンビニを選ぶことが可能です。また、競争が激しいために各チェーンは常に新しい商品開発やサービス改善に努めていて、これが日本のコンビニ業界全体の質を向上させる一因となっています。私が初めて日本へ訪れたとき、東京の新宿区のホテルに宿泊していたのですが、そのホテルから夜中に散歩に外へ出たとき、歩いて5分の範囲だけでも4種類のコンビニを見つけました。それぞれが異なる商品を提供していて、24時間いつでも何でも手に入ることに感動しました。セブンイレブンに、ローソン、ファミリーマートにミニストップ、デイリーなど、ちょっと歩いたらまた違う色のコンビニ、また歩いたら違う色のコンビニがあって、友人と何色あるんだと爆笑しました。自分の国では、コンビニは都市部にのみ集中しており、地方ではなかなか一つも見かけることができません。それに、それが当たり前で普通だとも思っていました。でも日本に一度来てから自分の国のコンビニがこんなに少なかったのかと思い知らされるようになりました。どこにいても必要なものを簡単に手に入れることができ、非常に便利な日本のコンビニがどれだけ羨ましいか。日本のコンビニの数とアクセスのしやすさは日常生活を格段に楽にしてくれます。このアクセスの良さは日本を訪れる外国人にとっても非常に便利でありがたいです。例えば、急な雨が降ったとき、すぐに傘やタオルなど必要なものを購入できます。また、旅行に歯磨きセットや化粧品セットを持ってくるのを忘れてしまっても大丈夫。ホテルから歩いて数分のコンビニで全部手に入ります。しかも、小さい旅行用サイズがメインで売られているので、旅行で使い切ったら捨てて帰ったり、手荷物に入れて飛行機で持って帰ることもできます。実際に日本のコンビニで売られている歯磨きや化粧品などの旅行セットは海外の人からも人気で、よくお土産として買って帰る人も多いみたいです。特に便利だったのは夜遅くに飛行機が到着した際、必要な日用品や食料をすぐに調達できたことです。日本のコンビニはただの便利さを超えて、旅行者にとっての救世主で安心感を提供してくれる場所でした。日本のコンビニの位置と数量はまさにコンビニエンスそのものであり、日常生活だけでなく緊急時のニーズにも応えてくれる。信頼のおけるインフラと言えるでしょう。次の体験談は営業時間についてです。さらに、日本のコンビニの大きな特徴として、2番目にほとんどの店舗が24時間営業していることです。夜遅くに食事をしたいときや、早朝に急に何かを買う必要があるときにも、
コンビニは開いてます。この24時間営業は、多忙な人や時差ボケで夜中に目が覚めてしまった観光客にとっても便利です。私も日本の田舎へ旅行で訪れた時に、宿の周りには、コンビニ以外はほとんど何もなかったけど、コンビニがあるだけで本当に助かりました。夜中に急にスマホの充電器が壊れてしまって、新しいものが必要になった時も、近くのコンビニに駆け込んで、充電器と小腹を満たすための食べ物を購入することができます。コンビニが近くになかったら、危うくスマホのバッテリーがなくて、旅行中に困るところでした。自分の国では、ほとんどの店舗は夜遅くても、1時2時には閉店しますが、日本ではいつ訪れても開いています。これがどれだけ便利かは、夜中に急に充電器が必要になった時に実感しました。夜遅くまで働く人々や、シフト制で働く医療従事者、報道関係者など、様々な職業の人々が、深夜や早朝でも食事を購入できる点も、24時間営業の大きな利点です。日本のコンビニが24時間営業を実施している理由は、消費者の生活スタイルに深く根ざしていることです。日本の社会は、長時間労働や夜間まで続くビジネス活動が一般的で、それに伴い、昼夜問わず商品やサービスを必要とする人々が一定数います。このため、24時間営業は、都市部でも地方部でも消費者のニーズに応じるための必要不可欠なサービスとなっています。例として、深夜に終電で帰宅するサラリーマンが、帰宅途中のコンビニで夜ご飯や次の日の朝ご飯や飲み物を手軽に買うことができます。この利便性は多忙な都市生活を送る人々にとってはなくてはならないものです。観光客にとっても非常に便利で、日本を訪れる外国人観光客は、時差ボケで夜中に目が覚めた時や、不慣れな土地での急な必需品の購入が必要な場合に、いつでもコンビニを利用できることが心強いです。他にも例えば、家族で車で夜中に移動している時に子供が急に乗り物酔いで戻してしまった時に、酔い止めと飲み物、ゴミ袋やタオルなどを変えたおかげで、車の掃除や吐き気を止めることもできました。自分の国だったら夜中に急に体調が悪くなっても、近くにコンビニがないから朝まで待つか、家にストックがないと大変なことになってしまうので、本当に日本のコンビニには感謝してます。このように24時間営業は、日本のコンビニが単に商品を販売する場所以上の大きな役割を果たしていることを示しています。緊急時のニーズ応答、夜間の公共の安全確保、そして日常生活の便利さ向上など、コンビニは地域社会における重要なインフラの一部となっています。24時間営業のコンビニは、その明るい照明で周囲を照らし、夜間の犯罪抑止の役割を持っています。暗い場所が少なくなると、
歩行者や地域住民が安心して夜道を歩けるようになります。実際私も夜中に帰宅するとき、家の帰路の街灯が結構暗くて、一人で歩くのが怖かった時があったのですが、24時間明るいコンビニのおかげで明るくて、何かあったらコンビニに駆け込めるし安心感があります。また、災害時には迅速に避難場所として機能し、食料や水などの緊急供給品を提供することができます。それともう一つ驚いたのが、警察の夜間パトロールの際、休憩所として利用されることもあり、地域の治安維持に直接的に貢献しています。防犯カメラの設置により、コンビニ周辺は犯罪の抑止力となるだけでなく、事件が発生した際の貴重な証拠としても機能します。実際、犯罪が起きた時に警察官が付近のコンビニの防犯カメラの映像をもとに、犯人を見つけるといったこともあるそうです。このように、日本のコンビニはただの買い物の場を超え、夜間の安全を支え、地域社会と密接に連携している存在です。日本のコンビニが24時間営業を行うことが可能な理由には、いくつかの背景があります。まず、日本の労働市場の柔軟性と高い労働意欲が挙げられます。日本では、非正規雇用が普及しており、特に学生やパートタイム労働者が、深夜帯に働くことが一般的です。これにより、人手不足を解消し、24時間体制を維持することが可能になっています。日本の都市部では人口密度が高く、小規模な住居が多いため、大きな家庭用冷蔵庫を置くスペースが限られています。これが、日常的に食料品や日用品を少量ずつ購入する文化を生んでおり、24時間営業するコンビニが日々の生活に欠かせない役割を果たしているみたいですね。次の体験談は、コンビニ内にある ATM についてです。そして日本のコンビニで、私が驚いたことの3つ目として、急に現金が必要になった時もカードで現金を引き出せる ATM があるということです。私が初めて日本に友人と旅行で訪れたある夜、夕食をとったレストランが現金しか使えなかったので、帰りのタクシー代が足りなくなり、困っていました。自国では、夜遅くには銀行 ATM が使えない。通常は前もって現金を準備しておく必要があります。だから、タクシー代をどうやって払おうかと友人と慌てていたら、運転手が近くのコンビニでお金を引き出せるということを教えてくれたので、友人と近くのコンビニに駆け込み、ものの数分で必要な現金を引き出すことができました。コンビニは食べ物や飲み物を買うところとばかり思っていたので、本当に驚きました。しかも、ATM だけではなく、自動の換金所までコンビニに置いてあるんです。それに、日本のコンビニに設置されている ATM は、外国人観光客にとって非常に大きなメリットがあります。ATM は多言語対応が可能で英語や中国語、韓国語など様々な言語で操作ができるため、
言語の壁を感じることなく24時間いつでも利用することができます。銀行の営業時間に縛られることがなくて、いつでも自由に現金を引き出すことが可能です。まず手順としては、画面に表示される言語選択メニューから理解できる言語を選択します。画面の指示に従い、現金引き出し、残高紹介、その他のサービスを選びます。そして挿入口にカードを挿入し、指示に従って暗証番号を入力します。引き出したい金額を入力し、確認すると、現金とレシートが出てくるので、内容を確認して完了です。基本的に自国の ATM の使い方と大して差はないと思います。また、多くの日本のコンビニ ATM は国際キャッシュカードやクレジットカードに対応しており、国際的なカード会社であるビザやマスターカード、シーラスなどに接続しているため、世界中から来た観光客でも自分の銀行カードを使用して現金を引き出すことができます。これにより、外貨両替所で両替をする手間が省け、手数料も節約することが可能です。旅行中の財布の管理が容易になりますよね。大量の現金を持ち歩くリスクを避けつつ、必要な時に必要な分だけを引き出すことができるため、安全かつ効率的に財布の中身を管理することができます。特に観光地のコンビニには、ほとんどのすべての店舗に換金する機会があるので、わざわざ空港の換金所を利用しなくても簡単に、持ってきた現金日本円に換金できます。多くの来日観光客にとっては、特に重宝されるべき機能です。換金所をまさかコンビニで見つけるなんて、自国では本当に信じられません。日本のコンビニに ATM が設置された背景には、国内の労働者が銀行の営業時間外でもお金を引き出せるようにするだけでなく、外国人観光客の利便性を向上させるためにも大きな役割を果たしています。1970年代以降、日本国内での多様な働き方に対応するため、そして訪日外国人が時間を気にせずに金融サービスを利用できるようにと、24時間利用可能なコンビニ ATM が導入されました。現在、日本のコンビニには合わせて5万5,000台以上の ATM が設置されています。コンビニだけでなく駅にもかなりの数が設置されているので、もう手持ちの現金が足りないなんて問題はなくなりますよね。次の体験談は、コンビニ内にあるコピー機についてです。ATM 以上に驚いたことは、ほとんどのコンビニに大型のコピー機が設置されていることです。文書のコピーはもちろん、スキャンや印刷の作業も可能です。また、ファックスも利用できるため、緊急の文書を遠方に送る際にも非常に便利です。しかも、用紙のサイズや種類も豊富で高品質な印刷ができるので、印刷屋を探す必要がありません。私の国では、こんなサービスは専門の店舗かオフィスでのみ利用可能で、コンビニで提供されることはほとんどないし、見たこともないです。ある日、友人と街を歩いていたとき、コンビニに入りました。
そこで見つけたのが大きなコピー機です。しかも、ただのコピー機ではありませんでした。このマシンは、コピー、スキャン、ファックスはもちろん、写真印刷までできる超多機能なんです。しかも、操作画面が多言語に対応していて、英語で簡単に操作することができました。これがどれほど便利かはすぐにわかりました。例えば、旅行の記念に撮った写真をすぐに印刷して、ポストカードとして家族に送ることができます。また、急なビジネスニーズがあった時にも、すぐに重要書類をスキャンしてメールで送ることができるのです。これがどれほど便利かは、急いで職場に書類を送る必要があるときや、旅行の思い出をすぐにプリントアウトしたいと思ったときに特に実感しました。写真プリントの機能が外国人にとって特に人気ならしく、一緒に日本を訪れた友人は、手軽に高品質な写真を印刷できるコンビニのコピー機に感動して、一気に100枚以上も写真を印刷していました。旅行している現地で現像してホテルで見返したり、ノートに貼ったりして、思い出を整理することができるから楽しいし、ついついたくさん印刷してしまいますよね。そして、私が日本で本格的に生活をし始めてから驚いたこともあります。次の体験談は、公共料金の支払いについてです。私が驚いたことは、コンビニで電気やガス、水道といった公共料金の支払いが可能なことと、さらにはチケット購入や携帯電話の料金支払いまでできることです。自国では公共料金の支払いは銀行や郵便局、それぞれのサービスのオフィスで行うのが一般的です。これらは長期滞在者にとって支払いが容易で、日本での生活をスムーズに送ることができるでしょう。複数の場所に立ち寄る必要なく、一箇所ですべての支払いを完了して、さらにはランチまでも買えるのは時間の節約にもなりますよね。このシステムは、日本の効率性とおもてなしがよく現れている例です。これがどれほど便利か、実際に体験した私の話をしましょう。私が日本に来て生活を始めたばかりの頃、公共料金の支払い方法に戸惑っていました。銀行での手続きは言葉の壁もあり複雑でした。しかし、日本の友人にコンビニで支払いが可能だよと教えてもらい、その手軽さに驚きました。具体的には、支払いが必要な請求書を持って最寄りのコンビニに行き、レジでバーコードをスキャンしてもらうだけ。支払いは現金またはデビットカードで行え、操作もシンプルで誰でも簡単にできます。さらに、多くのコンビニではレジの画面や案内が多言語に対応しており、英語や中国語、韓国語など、様々な言語での案内を受けることが可能です。これにより、言葉の壁を感じることなく安心して利用できるわけです。また、公共交通機関のチケット購入やイベントのチケット予約も、コンビニで行うことができるため、計画的な旅行や、急なお出かけにも瞬時に対応することができます。私が日本に初めて来た際、
友人と急遽計画した京都への小旅行のために、新幹線のチケットを探していたとき、ホテルの近くのコンビニで簡単に購入できることを聞いて驚きました。操作はコンビニの多機能端末であるマルチコピー機を使用して、希望のイベントや公演のチケットを検索し、その場で購入と印刷が行えます。この端末は通常、店内の見やすい場所に設置されており、画面の指示に従って数ステップで操作が完了します。支払いは現金やクレジットカード、デビットカードで行うことができ、購入後はすぐにチケットを受け取ることが可能です。このシステムの便利さは、特に予定が突然変わった時や、事前にインターネットでの購入が間に合わなかった場合にとっても便利です。また、外国語対応も進んでいて、英語など複数の言語で、操作が可能な端末も増えているため、外国人観光客も安心して利用できます。自国ではこうしたサービスは専門の鉄道会社や旅行代理店でしか手に入らないため、この手軽さには本当に助けられました。また、週末にあった音楽フェスのチケットも、同じくコンビニで予約して発見しました。コンビニでのチケット購入は時間を節約できるだけでなく、直接窓口に行く必要がないため、混雑を避けることができる大きなメリットもあります。イベント当日の窓口での長い行列に並ぶことなく、スムーズに入場できるのです。この便利さが、日本のコンビニの凄さを物語っていると感じました。ぜひとも私の国にも欲しいサービスだと思います。支払いと関連して私がもう一つ驚いたのは、日本のコンビニで使える支払い方法が多いことです。次の体験談は、レジでの支払い方法についてです。現金支払いの他にクレジットやデビットカードの使用が可能で、さらに日本国内で普及している電子マネーも使えます。例えば、スイカやパスモといった交通系 IC カード、クイックペイや ID のような非接触型の決済が利用できます。自分の国では、まだ多くの店舗が現金か一部のクレジットカードのみの取り扱いで、日本のような先進的な支払い方法は、限られた場所でのみ利用可能です。しかし、日本では田舎でも都会でもコンビニで最新の決済方法が利用できるので、これがどれほど日常生活をスムーズにしているかを実感しました。特に、急いでいる時や手持ちの現金がない場合にも、簡単に買い物ができるのは非常に便利です。私は普段から現金支払いを好んでいるため、日本のコンビニでの買い物も現金を使用しようと考えていました。しかし、日本の硬貨は種類が多く、特に小銭を選ぶのに時間がかかることが気になっていました。レジが混雑している時とかは特に他のお客さんを待たせていると思うと焦ってしまいます。ですがある日、セブンイレブンで飲み物を購入する際に、自動レジを初めて利用する機会がありました。このレジは現金を投入するタイプで、お金を入れると自動で計算し、お釣りを出してくれます。店員さんに教えてもらいながら、
旅行中に使い切れていなかった細かい小銭も合わせて投入したら、あっという間に正確な釣り銭を受け取ることができました。おかげでお財布の中がすっきりと軽くなったので、感動しました。この決済の多様性は、日本を訪れる外国人にとっても非常に便利で、買い物がよりスムーズに、かつ迅速に行えるようになります。それだけではありません。次の体験談は、食品の種類についてです。私が日本のコンビニを訪れて次に驚いたことは、商品の種類がとにかく多いということです。食品に関しては、サンドイッチやサラダ、おにぎり、弁当などが常に提供されていて、時間帯によってはレジの横にある専用のヒーターやスチーマーが、いつでも温かい食事を提供します。例えば、おでんや焼き鳥、アメリカンドッグ、フライドポテト、チキン、肉まんやピザまん、などなど。店舗によって様々ですが、いろいろな種類のホットスナックが並べてあります。これらの商品は短時間で食べられることから、移動中や小休憩の際にも非常に便利です。私も留学生時代には短い休み時間でいかに簡単に美味しく昼食をとるか考えた結果、コンビニのレジ横のフードを日替わりで選んで、おにぎりとサラダなどと組み合わせていました。本当に種類がたくさんあるのでずっと飽きずにコンビニフードを楽しむことができていました。また、デザートやアイスクリーム、飲料も本当にたくさんあって、新商品が出た時にはついつい買いすぎてしまうことも、それに日用品も豊富で、急な雨にも対応できる傘から、基本的な医薬品、化粧品まで、急なニーズに応えるアイテムがいつでもどこでも手に入ります。さらに、雑誌や新聞だけでなく、アルコール類も販売しており、ビールやチューハイ、日本酒やワイン、スパークリングなどを購入することが可能です。また、外国人から特に好評なのはおにぎりとサンドイッチです。日本のコンビニのおにぎりは、塩味のご飯に様々な具材が詰め込まれていて、いろいろな味が並んであるので、毎日食べても飽きないと言われています。サンドイッチも人気な商品でシンプルなハム&チーズから和風の具材を使ったものがあり、さらには海外ではあまり見られないフルーツサンドが特に人気で、日本を紹介する海外の YouTuber もコンビニに売られているフルーツサンドを大きく話題に取り上げて動画にしているくらいです。また、フライドチキンや串カツなどの揚げ物、いわゆるレジ横のホットスナックも、手軽に食べられるおつまみとして、よく利用されます。これらの食品は、忙しい日本人のライフスタイルに合わせて開発されてきたものでしたが、いつでもすぐに美味しく食べられる便利さが海外の人からも大人気です。これらのコンビニ食品を通じて、日本の食文化を手軽に体験できることもまた、コンビニの魅力の一つです。次の体験談は、ご当地限定フードについてです。日本旅行の際に楽しみの一つだったのは、各地で提供されているご当地限定フードをコンビニで味わうことでした。
日本各地には、それぞれ独自の特産品や郷土料理があり、これがコンビニの限定フードとしても展開されているのです。この地域限定フードの豊富な種類が、日本のコンビニをさらに魅力的な場所にしています。地方に旅行に出かけたときはよく、コンビニに売られているご当地限定の食べ物やお土産を買って、その場ならではの文化をコンビニで味わったりもしています。〇〇地方限定と書かれているだけで美味しく見えて、ついつい買いすぎてしまいます。特に記憶に残っているのは、北海道旅行中に味わった北海道限定フードです。北海道は日本でも特に食材が豊富で知られる地域で、その素材を生かした食品がたくさんありました。例えば、札幌クラシックビールと一緒に楽しむことができるじゃがいもを使用したコロッケや、地元産のかぼちゃを使ったスイーツなど、その他の地域では手に入らない商品が手軽に楽しめました。コンビニクオリティとは思えない味わいで、北海道滞在中に何回もリピートしてしまいました。また、京都では抹茶を使った限定商品が多くて、抹茶フレーバーのパンやデザート類がコンビニで簡単に購入できました。抹茶の風味が意外と強いことに驚きましたが、これが京都ならではの魅力であり、地元の食文化を感じることができる瞬間でした。沖縄では、ご当地限定フードで、ゴーヤチャンプルー風おにぎりや、沖縄の塩を使ったスナックがあり、これらもまた旅の楽しみを一層深めてくれました。どれもハイクオリティで高くても400円から1000円くらいで手に入るので、各地のコンビニに訪れて、それぞれの限定食品を探す旅も本当に楽しくて充実していました。日本の各地を旅する際に、地元の食材や料理を気軽に試すことができるのは、コンビニの大きな魅力の一つですよね。これらのご当地限定フードは、旅の記憶を色鮮やかにしてくれるだけでなく、その地域の文化や伝統に触れる絶好の機会を提供してくれます。日本のコンビニは、ただの食料品店ではなくて、その地域の食文化を反映したユニークでオリジナリティあふれる商品の宝庫と言えるでしょう。自分の国では、コンビニは主にスナックや基本的な飲料、日用品を取り扱っている店舗に過ぎません。ご当地グルメなど、地元の特色を反映した商品をコンビニで購入することはほとんどありません。地域特有の料理はレストランや専門店でしか味わうことができず、日常的に楽しむには不便なのが現状で、日本のコンビニが本当に羨ましいですね。次の体験談はトイレについてです。他にも私が、これも誰でも利用できるのとびっくりしたこと9つ目は、コンビニできれいなトイレを利用できることです。多くの国では、公共のトイレは衛生的でないことがよくありますが、日本では全く異なります。ある日、北海道の夜の街を散策していたとき、急にトイレに行きたくなって、近くにあったコンビニに駆け込んで、ダメ元で、お手洗いありますか？と店員さんに尋ねたところ、快く案内してくれました。
そのことに感謝しながらトイレへ向かうと、さらに驚くべきことがありました。それは、トイレが驚くほど清潔でまるでホテルのようだったことです。床はピカピカに磨かれ、トイレットペーパーも豊富に備え付けられており、手洗い場には石鹸と消毒液がしっかりと供給されていました。自分の国だったら予備でトイレットペーパーを置いてあると、誰かが持って帰ってしまうので、通常は予備は一つくらいしか表には置いていないことが当たり前です。特に印象的だったのは、トイレに入るたびに自動で消毒が行われるシステムです。用を足して便座から立ち上がると自動で便座を清掃する機能や、消臭、除菌を自動で行う設備が導入されていることも多く、これにより常に清潔な状態が保たれているのです。この素晴らしい清潔さは、日本独自の文化と厳格な店舗運営の基準によるものです。日本ではおもてなしの心という考えが根強くて、公共の場所であっても利用者に快適な環境を提供することが重視されています。これはコンビニにおいても例外ではなく、トイレの清潔さが顧客サービスの重要な一部分とされています。日本のコンビニ各社は、ブランドイメージの向上と、顧客満足度の維持を非常に重要視しており、店舗の清潔さが直接的に顧客のリピートにつながると考えています。そのため、各店舗では従業員に対して定期的な清掃を徹底させるとともに、清掃のチェックリストを用いた管理を行っています。また、女性用トイレには必要なアメニティが完備されており、プライバシーにも配慮されています。この体験から、日本のコンビニのトイレはただの便利さを超えて、安心して利用できる場所であることがわかります。旅行中の緊急時はもちろん、ふらっと買い物に来た時に、トイレに行きたくなってしまった時でも、これほど清潔でアクセスしやすいトイレは大きな安心材料となります。日本のコンビニはどこに行ってもありますが、トイレの設備は店舗によって大きく異なることがあります。特に都会のコンビニでは、スペースの限りがあるため、お客様用のトイレが設置されていない場合が多いです。店内を見渡してもトイレの標識が見当たらないことが一般的です。さらに、都会のコンビニではトイレを設置することが治安への懸念を招くこともあります。トイレがあると、それを目当てに多くの人が集まり、中には不適切な行動をとる者も出る可能性があります。特に深夜や早朝など、人通りが少ない時間帯には、トイレを悪用する事例も見られ、店舗の安全や品位を保つためには管理が難しくなります。これに対して、地方のコンビニでは土地が比較的安価であり、より広いスペースを持つ店舗が多いため、トイレを設置することが一般的です。また、地方のコンビニのトイレは地域住民にとって重要な公共の設備としての役割も果たしており、コミュニティの一部としての機能を持っています。若干都会と田舎ではトイレの設備が違うんだな、ということを頭に置いておけば何も心配することはありません。
次の体験談は、配送サービスについてです。私が日本のコンビニで驚いたこと10個目は、コンビニの宅配便サービスでした。日本での生活を始めた最初の時、友人からコンビニの宅配便サービスについて聞いて、そんなサービスもあるのかと驚き、利用したことがあるのですが、特に印象に残っているのは、自分宛てに送られてきた荷物をコンビニで受け取れるというサービスです。まず手順として、オンラインショップで購入時に配送オプションで、コンビニ受け取りを選択し、受け取りたいコンビニのチェーンと店舗を指定します。商品がコンビニに到着すると登録してある連絡先に、受け取り可能であることが通知されます。店舗に到着したら、レジまたは指定の受け取りカウンターでスタッフに通知の詳細を見せ、場合によっては、身分証明書で本人確認を行います。その後、スタッフが荷物を確認し、問題がなければ、荷物を受け取るという手順です。この受け取りサービスは、時間に縛られることなく、また自宅にいる必要もなく、自分のスケジュールに合わせて、荷物を受け取ることができるため、非常に便利です。私が日本での生活を始めて、通販サイトで購入した商品を、自宅で荷物を受け取ることができずに、不在通知が溜まってしまっていた時がありました。不在連絡票が入るたびに再配達を依頼する手間や、受け取り時に家にいる必要があるので、予定が入れられずにストレスを感じていました。そんな時、近くのコンビニで24時間いつでも受け取れると知り、すぐに利用を決めました。プロセスは非常にシンプルで、荷物がコンビニに到着すると、携帯に通知が来ます。職場からの帰り道、夜遅くに家の近くのコンビニにより、提示された番号を店員に伝えるだけで、スムーズに荷物を受け取ることができました。この時の感動は今でも忘れられません。深夜になっても安心して荷物を受け取れること。そして何よりも、店員さんの丁寧な応対に心から感謝しました。再配達を頼む手間もあるし、玄関前に自分の荷物を置いていかれるのも不安だしで。仕事の終わる時間が不定期な私にとっては本当に革命的なサービスだと思います。このサービスが広まった背景には、日本の消費者の利便性を重視する文化があります。近年ではフリマアプリなどのオンラインマーケットプレイスの影響で、個人間での商品の売買が活発に行われるようになりました。これにより、コンビニの配送サービスは、フリマサイトで、購入した商品の受け取りや発送の中心地としても機能するようになりました。特に注目すべきなのは、フリマアプリユーザーがコンビニを利用して商品を送る場合、梱包材をコンビニで購入し、その場で配送手続きを完了できる点です。これにより、ユーザーはすべての配送プロセスを簡単に、かつ迅速に行うことができるようになりました。さらに驚きなのが、荷物を受け取るだけではなくて、荷物を送ることもできます。例えば、セブンイレブンやファミリーマート、ローソンなどで、
国内外に荷物を発送できる国際宅配便サービスを利用することが可能です。店内に設置された専用の端末で簡単に手続きができ、コンビニの店員さんが梱包から発送までサポートしてくれます。細かい手順としましては、1、画面の指示に従い、荷物のサイズや重さ、配送先の住所を入力します。2、荷物の種類を選択して、国内配送か国際配送を選択します。3、配送料金が画面に表示されるので、現金またはデビットカード、クレジットカードで支払いを行います。4、支払い後、受領書が発行され、その場で荷物を店舗スタッフに渡すか、指定の場所に置きます。コンビニによって多少の違いはあるものの、基本的には非常にシンプルで迅速です。また、追跡番号が提供されるため、発送後も荷物の位置をオンラインで確認することが可能です。このサービスもまた、24時間いつでも気軽に利用できるため、大変便利ですよね。私の国では、コンビニは主に飲食物や日用品の購入のみに利用されるもので、荷物の発送サービスは一切提供されていません。荷物を送る必要がある場合、郵便局や専門の配送業者のオフィスに直接行くか、もしくは、お金を払えば決めた時間に家に業者が荷物を取りに来て、送ってもらえるサービスくらいしかありません。長い行列に並んだり、限られた営業時間内に間に合わせる必要があって、非常に不便でした。でも、日本を訪れてからは24時間営業のコンビニで、荷物の受け取りも発送もできるなんて驚きが隠せませんでした。このサービスの最大の魅力はその手軽さにあります。多くのコンビニが駅地下や住宅街に位置しているため、わざわざ郵便局に行かなくても、日常の買い物ついでに国際郵便の手続きが完了します。また、コンビニの国際宅配便サービスは、通常の郵便局のサービスと比べても、品質と速度に差はあまりなく追跡サービスも充実しているため、送った荷物がどの段階にあるかを常にチェックできる安心感があります。日本以外の国で同様のサービスを探すのは難しいため、日本を訪れる外国人にとっては、この独特のシステムが非常に魅力的に映るはずです。日本のコンビニから学ぶべき点は多く、他国にもこの便利なシステムが広がると良いなと思っています。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。